不動産屋さんの怪談です。これは今から10年以上前に仮名ですが江本さんという方が体験したお話です。当時江本さんは大阪の大学に通っていましたが、その大学の先輩に夏休みに海の家でバイトするんだけど手伝ってくれないかと頼まれたそうです。そのアルバイトは大学の長い夏休み期間中の2週間だけでした。江本さんは特に予定もなく小遣い稼ぎにもなるので、そのバイトを引き受けたということです。海の家ですから住み込みになるわけですが、誘ってきた先輩はそのバイト先のオーナーが親戚でもあったので、そのオーナーの家に泊まりながら働くことになっていました。江本さんはというと、そのオーナーが短期アルバイトの人用に借りているアパートがあったので、そこに泊まることになりました。早速初日の朝、江本さんと先輩は海の家に到着し、一通りの挨拶と仕事の説明を年配の雇い主のオーナーから受けました。そして先に荷物を下ろすため、オーナーが車で江本さんを宿泊するアパートに連れて行ってくれたそうです。そこはよくある木造2階建てのアパートで、上下合わせて6部屋あり、江本さんの部屋は2階の角部屋でした。部屋の中にはベッドとテレビ、エアコンがあり、小さな流し台もあったそうで、特別良い部屋とは言えませんでしたが、2週間だけの滞在には十分でした。さて、その日の午前中から仕事が始まりました。江本さんはもともと居酒屋でアルバイト経験があったので、仕事はすぐ飲み込めたのですが、海の家の繁忙期は想像以上に忙しく大変だったそうです。そして夕方5時に仕事を終え、オーナーがまた車で江本さんの泊まるアパートに送ってくれました。初日とあって江本さんはクタクタだったそうです。すぐにベッドに腰掛けてほっと一息つこうとした時です。突然空でゴロ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 っと雷が鳴り始めました。するとザーッと雨音が聞こえてきたそうです。江本さんは夕立かと思いました。それは夕立特有のすごい勢いで雨が地面に打ちつけられる音でした。するとその激しい雨音と同時に誰かがと夕立に慌ててはしゃぐような男性の声も聞こえてきたそうです。江本さんはこんなすごい雨じゃ思わず笑いたくもなるよなと外で雨に打たれている誰かさんを少し気の毒に思いました。そして江本さんは早く休みたかったのでシャワーを浴びて夕食を済ませ、明日もあるのでその夜はすぐにベッドに入りぐっすり眠ったそうです。さて次の日の朝でした。今日は昼過ぎからの出勤だったので、それまで江本さんは部屋でゆっくりベッドの上でゴロゴロと過ごしていました。するとふとほのかな雨の匂いがしてきたそうです。あれ、雨降ってんのかなと思い、窓を見るとすりガラスなので外の景色は見えませんが、ガラスに雨粒が伝っているのが分かりました。なんだ今日も雨か、江本さんがそう思うと、突然どこかからと誰かが高笑いをしているのが聞こえてきたそうです。あれ、また誰かが笑っているがと思ったのですが、その笑い声が昨日の夕立に降られて笑っていた人の笑い声によく似ていたのです。江本さんはまさか同じ人が笑ってんじゃないよな。そう思うとアパートの窓を開けて外の様子を見たそうです。するとそこには誰もいないのがすぐ分かりました。というのも窓の外はアパートの敷地に並行して蓋がしてある大きな側溝があり、その側溝に並行して道路が走っていました。その道路の向こう側、つまり道路を挟んだアパートの向かい側は広い空き地で、その空き地の左隣はもう一つの太い道路と接していて、右隣は別のアパートが建っていました。ですから見晴らしがよく人っ子一人いないことはすぐ分かったそうです。
でもその笑い声はまだ続いていました。笑い声は聞こえるのに人影はない。それで江本さんはすぐ気がつきました。あ、このアパートからだ。自分の部屋の隣から聞こえてるんだ。そう思い江本さんは角部屋ですから声のボリュームから一番可能性があるのはこの同じ2階の隣の部屋しかないと思いました。結構大きな高笑いだったので江本さんは気になりましたが、まあたったの2週間しか済まないのだから文句を言うこともないか、そう思い我慢することにしました。江本さんはそこでテレビをつけて気を紛らわそうとしたのですが、テレビの音に混じって隣人の笑い声は止まることなく聞こえてきました。それも同じ調子でずっと笑っているのです。何人かの人が時々盛り上がって笑っているのではなく、一人の人がただ笑い続けていたので、江本さんもだんだん鬱陶しく感じてきました。とうとう我慢できなくなった江本さんは少し時間は早かったのですが、バイト先で時間を潰そうと考え出かける準備をしました。そして江本さんが部屋を出て鍵をかけようとした時でした。同時に隣の部屋のドアも開いたのです。どうやら隣の部屋の住人もちょうど出かけるところだったようです。あ、隣の人だと江本さんはハッとして思わず見たそうです。その隣人は中年の男性で自分の部屋の鍵をかけていました。でもあの笑い声は中からずっと聞こえていたそうです。その時江本さんは、笑い声はこの男性じゃなくこの部屋に遊びに来ている人の声なのかなと思いました。でも江本さんは、あれ待てよ、でも中に誰かがいるなら部屋に鍵をかけて出かけるかなと少し妙に思いました。するとその隣の男性は江本さんが何を考えていたか分かったようで、江本さんとすれ違いざまにボソッと「なれるよ」と言って立ち去ったそうです。江本さんはぎょっとして「それどういう意味だ?」と気になりました。さてバイト先に早く着いた江本さんは休憩室で時間を潰していたそうです。するとそこにオーナーが来て軽く挨拶を交わした後で「ところで部屋あそこで大丈夫だった?」と聞いてきたのです。そこで江本さんは「はい大丈夫です。ただ隣の人がたまたま騒がしい友人を連れてきてるみたいで、まあそのうち帰ると思います。連日だときついですが」と正直に話したそうです。するとオーナーは少し驚いたような表情を浮かべて「へえ、江本君は聞こえる人なんだ」と言いました。そして「あの部屋はね、事故物件じゃないんだけど貸してあげた人の中にたまに笑い声がうるさいっていう人がいるんだよ。なんか雨が降っている時に笑うって話だよ」そう言ったのです。江本さんはびっくりしてとだけ言って言葉が出なかったそうです。江本さんは隣が騒がしいとは言いましたが、笑い声とは言っていない上、雨のことも話していませんでした。オーナー曰くその怪現象も人によるとのことで、聞こえる人、聞こえない人がいるので、とりあえず貸しているということでした。ただ笑い声が聞こえるだけで他におかしなことはないということでした。でももし怖いなら自分の家に狭いけれどもう一部屋あるからそこに移ってきてもいいとまで言ってくれたそうです。にわかには信じがたい話ですが、江本さんは雨の日の笑い声だけならと少し安心してアプリで週間天気予報を調べてみました。するとおおむね1週間はずっと晴れの予想だったのでオーナーの家に移ることはしませんでした。でも内心余計なことを聞いてしまったなと思っていました。さてその日のバイトが終わる夕刻には雨も止んでいたので江本さんが部屋に戻るとなるほど笑い声は聞こえませんでした。ああよかったとほっとした江本さんは遅めの夕食を済ませてベッドに入りました。そしてすぐに深い眠りに入ったそうです。どれくらい寝ていたのか
それは深夜をだいぶ回っていました。突然またあの笑い声が聞こえてきたそうです。江本さんはその声にぞっとして目が覚めてしまいました。まさか雨が降っているのか、勘弁してくれと思い、窓を開けて寝ていたので外を見ると案の定雨が降っていました。その雨音とともにあの笑い声がずっと響き渡っています。笑い声が怪奇現象だと分かった今、江本さんは背筋がゾクッとしました。それでも開けっぱなしの窓から雨が降り込まないように窓を閉めなくてはと起き上がったそうです。そして窓の前に立つと外の景色が見えました。雨雲で真っ暗でしたが、わずかな街灯で前の広い空き地が見えていたそうです。するとあの高笑いはだんだん狂ったような響きに感じてきました。怖くなった江本さんがすぐに窓を閉めなくてはとサッシに手をかけた時でした。前の空き地の地面で何かがうごめいているように見えました。雨粒が地面に激しく打ちつけているから地面がもぞもぞして見えるのかなと、さらに目を凝らして見てみると江本さんは凍りついたそうです。その空き地の地面全体から何かが生えてきていたのです。まるで巨大ないくつものミミズが地面から湧いて出てきているようにも見えました。次の瞬間江本さんはうわーっと叫んでピシャッと窓を閉めたそうです。その空き地の地面から出てきたものはミミズなどではなかったのです。たくさんの人間の指がもぞもぞと土をかき分けて這い出てくる様だったのです。それは数えきれない数の人間の手が地面から生えてきていたのでした。すると恐怖が頂点の江本さんを嘲笑うようにという高笑いがずっと聞こえていました。結局その夜は雨が止むまで江本さんは一睡もできずに耐えていました。そして次の朝、真っ先にオーナーに相談してアパートから彼の家に移らせてもらったそうです。あの笑い声と地面から這い出る無数の手はどんな関係があるのか分かりませんが、江本さんはいまだにあの笑い声が耳について離れないということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。